どうも、最強無敵の復讐者ちゃんよ。全員レベル1縛りの続きやっていきましょう。早速すでに出撃済み、標的は食らいつくアギト。お、今回はばらけてるわね。鉄の目さんと執行者さん。レベル1でもおそらく強い2キャラ、これは楽できそうだわ。異物構成は前回と同じです。さあ行きましょう。奇変はなし。前回忘れていた味方の異物チェック。今回はちゃんと覚えてて偉い。執行者さんは生命ガンぶり。復讐者のものと同じように能力値変更異物はレベル1だと効果小さいけどそれでも生命プラス1持久プラス1神秘派マイナス2。つまり異物1個単位で言えば HP プラス80とスタミナプラス8に神秘マイナス2ということ。神秘はレベルで成長しなくて最初から高いからマイナス2は誤差みたいなものね。いい物だわ。そして初期武器霊気付与と毒の霧で1人状態以上パレード。絶対強い、確信。一方の鉄の目さんはスタンダードな感じでこちらも初期武器に霊気付与ね。霊気が被るのはあれだけど2人がかりなら耐性お高めの敵でも素早く発症させられるのはいいわね。そして2人ともしっかりとこよまり水物つけてるのも偉い。今回も苦戦しなさそうだわ。特に通常エデレは、なんというか、正直一番弱くあらせられる夜の王だからね。個人的に。近接攻撃当てづらい問題も今回呪霊予備の鈴をメインウェポンにするだろうから関係ないし。さすがにダイジェストかな今回は。初期拠点がボロ小屋だったおかげですでに全員3つ FP 上昇も発動済み。幸先もよし。大境界を攻略した後はひとまず近くの境界巡礼。私はその前に大破壊しあさりね。たまには一番最初に本当に出た。勝ちました。エデレさん対戦ありがとうございました。湖の境界も巡礼したら味方がフィールドボスと戦闘開始。マーキングと状態異常あるから楽に倒せるはず。おう。本当に強い。強すぎる。もしかして私いらない？執行者さんがいるなら当然次は行動トロル。こっちもすぐ終わるでしょ。早すぎる。こいつらイカれてやがるぜ。鉄の目さんがトロル潜在から落としたのはなんと攻撃命中時 FP 回復。あの男、私の欲しいものをしっかりと理解している。こんなので感謝なんてしないんだからね。今回はちゃんと重装を強化。鈴があるとは言っても重装も使う場面がそこそこあるのは前回学習済み。ついでに呪装の方も強化しちゃいましょ。できれば呪装は救助武器として味方に渡したいからメインウェポンにはしたくないんだけどね。ルーンあり余るからとりあえず強化でも問題なし。マーキングと神秘の暴力で中央取りでも難なく制圧完了。正直レベル1であること忘れるまであるわ。その後中央北部で化身に快適。一瞬逡巡したけど戦うことに。出血つかないからちょっと厳しい。今こそ鈴の力を見せる時よ。成功すら使わずに恐るべき強敵を削りきれる。そう、鈴と攻撃命中時 SP 回復さえあればね。いや一番大きいのはマーキングだけど。凍傷の火ダメアップもね。ここで痛恨のミス。味方が落とした成功を拾おうとしてなぜか鈴を捨ててしまった模様。さまよう祝福をもらう際にも鈴がないことに気づかない。そのままお隣のフィールドボスへ。ない？なんでさっきの場所に落としてきたのか。何やってんの私。ごめんみんなもうちょっとだけ待っててー。ってない？なんで？そっち？あ、味方が拾ってたのか。やば、収縮始まっちゃったし。私があたふたしてる様子から誤って鈴を落としたことに気づいたのね。鉄の目さんの洞察力に感謝。もう収縮迫ってるけどいけるよね。なんとか討伐完了。近接攻撃しにくいからどう考えても私が火力になるべきだったのに。今のところ完全に可愛いだけのお荷物人形です。そんなこんなで1日目夜。鈴があるとちょっとポーチきついからさまよう祝福は味方に持ってもらいましょ。この感じだと2人ともうまいから3日目まで預けちゃっていいかもね。夜ボスはフレイディア。とても嫌いです。こいつの嫌いなところ色々あるんだけど。考えた結果一番はどこの雲の脇が異常なこと。これだわ。バカみたいに数が多いせいか倒したそばからすぐ補充されるような印象。どれだけ倒しても一向に数が減らないのよ。せめて一回倒した後はサイコップまでクールタイム設けるとかさ。だって
みたいに。今回敵倒しアーツで蓄積もついてないからどこ倒してのアーツでゴリ押しもできないのよね。ほんと嫌なボスだわ。まあでも呪霊予備の鈴はまだ安全に攻撃しやすいからマシな方か。なんとか撃破で回避強化ゲット。順調順調。そして2日目初手はお買い物。21万ルーン。これを自由に使っていいというの？最高すぎる。この瞬間のためにレベル1縛り合ってるまであるわね。購入するのはこれ。鈴と組み合わせるべきもう一つの最強付帯、歩き呪霊。完璧すぎる夫人。通常エデレなんかにはもったいないわよこれ。次は森のフィールドボス溶岩という最強付帯の力見せてあげましょう。右手に歩き呪霊、左手に攻撃命中時 SP 回復。武器アイコンについてるバツマークなんて飾り。これが今回両手に持つべき最強武器であることは火を見るより明らかね。あれ？でもなんか歩き呪霊のエフェクト変わった？最初の爆発時にはっきり見えなくなってるわね。視認性悪かったからいつかのアップデで修正してくれたのかな？長い間まともに利用してないからいつなのか見当もつかないけど、にしてもこの FP の知らなさ。恐るべき強敵相手にこれとはまさに恐るべき FP 効率。結局半分も使わずに撃破完了ね。まあ状態異常がよく効くってのはあるだろうけど。その後は順調に近くのボスを撃破。マーキングと出血霊気で敵 HP が爆速で溶けていくわ。いまいち鈴の強さが実感できないのだけは難点ね。HP 最大時カットアップ 40% まで来ちゃったらさすがにゲーム終了。でも捨てるものがない？いやもう唯一の使える近接武器捨てちゃっていっか。FP 切れなんてありえないし。味方が結構祈祷強化系落としてくれてるのを無視しちゃってるのだけは毎回申し訳ないわ。屋上はカーリアシネーチし。当然こいつ相手でも苦戦はせず。FP も余る余る。栄翔速度プラスにも多数の危険も本来大当たりなのに。もう捨てるものないって。聖員3つ FP 上昇は付帯の自由度が大きく下がるのだけは嫌なところね。最後に竜のツリーガード。波状攻撃でボコボコにする様をご覧ください。とてもレベル1とは思えない戦いっぷりね。FP も全然減ってなくて草。はい終了。鈴鳴らすだけなんだけど割と楽しいのが困る。2日目夜ボスは固有。本来はなかなか厄介な相手だけど。この3人ならスムーズ撃破。やはり成功一つすら使わず。快適だなぁ。じゃあ3日目に。あ、おかわり来たわね。ノッツの友人兵ならこれも瞬殺でしょう。終わり。さて3日目。全員ちゃんとレベル1なのも確認 OK。装備もさすがに充実ね。じゃあサクッと倒しちゃいましょう。通常エデレは弱いけどリーチがないと攻撃当てにくいのだけが厄介ポイント。つまり呪霊予備の鈴の超長射程を最も活かせる夜ボスと言えるわ。適当に鳴らしてるだけで火力に貢献できちゃう。ただし今回は歩き呪霊もある。こっちはそんなにリーチないから今回はある程度は近づいておきたいわね。しまったちょっと油断した。まあバリア霊薬あるから実質ノーダメだけど。鉄の目3のアーツで体勢崩し。未だチャンスだ急げ急げ。近づいてやることはやっぱり鈴鳴らし。状態異常のオンパレードで HP が削れる。もう終わらせちゃってもいいかな？やっぱり通常エデレは雑魚。結局成功切ることすらなくて草。これは通常プレイですか？イエイ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 。ありがとう2人とも。またレベル1で会いましょう。さて2戦目も勝利。今回はさすがに万全すぎたわね。私の装備も理想的だったんだけどちょっと味方が強すぎていまいちどの程度か実感できなかったかな。それだけが心残りと言えるわ。あと味方がめちゃくちゃ祈祷強化系くれてるのを全スルーしちゃってたのが。次は一度祈祷強化全部もらって重装でどれぐらい火力出せるのか試してみるのもありね。さてじゃあ続けていきましょう。お次は知性の虫。おっと今回は追跡者さんと復讐者さんね。私の異物はさっきと同じ。さあ行きましょう。奇変は今回もなし。味方の異物チェック。追跡者さんは、なんだろ。
何型とかはわかんないけど9枠全部結構強いメリット効果で埋めてるのがすごいわね。HP は持ってないけど追跡者は第6巻があるからそこまで問題じゃないか。復讐者さんは HP 特化中の特化。なんと初期状態ですでに HP440 いった分。これは素の復讐者レベル5、6の間ぐらいね。ただしばらく攻撃手段には困りそうだからそこは FP 特化で重装付与の私がカバーしたいところ。さてまずは新宅の大境界。朝木よりの新宅飛車が柔らかすぎる。レベル1重装一発だけで8割以上削れてたわね今。とりあえず行動で端的にゲット。北の魔術師と寄って FP を補強して横の風浪で今種の集団を撃破。やっぱ変異体がいないから風浪いいわね。レベル1でも関係ない火の戦車隊を倒してなんか来た。でも滑り込みで重装強化完了。空気の読める水砲ちゃんだわ。強化した重装があればこいつも問題ないでしょう。でも今思うとマリスと重装で戦ったこと1回もないかも。こいつには割と当たるから3日目の方も十分戦えるのかな。中央砦はるつぼ砦。ルーンいらないから剣持ちと戦う意味がマジでないわね。宝箱だけ漁ってスルーしましょ。こっちの方は倒す価値あり。追跡者さん見るときは食べ取りにくいヘレンの方がいいわね。いい鳥ですこと。神狩り聖院。黒煙はレベル不足でも使えなくはない祈祷の一つね。スリップダメージ部分はレベル不足関係ないからね。初期祈祷変更なしで攻撃手段に困ってるなら使うのもありかも。なんで統率にする必要があるボケ？あまりにもロに食らいすぎでは？自分が狙われてないとでも思ってたのかしら。でもあれ食らっても死なないのね。やっぱ敵火力に関しては震度5の方が圧倒的に上かな。生命力持ってるからこそかもだけど。あとは中央のルツボも倒して収縮間際に追撃の飛行士も撃破。1日目よりボスはムカデーモン。まあだいぶ弱い方のボスね。特に見どころもなく重装してるだけで終了。さすがに FP 切れちゃうか重装だと。さて2日目なんだけど。今回残念なことにムラがないのよね。レベル1だとムラがあるかどうかは普段に増してかなり重要なんだけど。ないものはないから仕方ない。とりあえず北西の方へ。雨でやられた？そうなのよ。レベル1で辛いポイントの一つは雨がめちゃくちゃ痛いこと。普段と同じ感覚でいるとマジですぐ死んじゃうわ。2日目はまず白金人を列島殲滅。霊陽前の老獅子も軽く処理して霊陽に乗って一気に馬術と北東魔術師島へ。さらに乗り換えで災難の再起を目指すわ。侵入者バフは誰も持ってないけど罪人の落とす武器はレベル不足関係ないからね。いいの出たらワンチャン使いたい。さらに乗り換えを挟んだけど収縮はまさかの真反対。ちょっと厳しい？いやここまで来たんだから行くしかない。侵入者は葬儀屋と忍者。忍者が危険だからさっさとアーツ切りましょう。アーツ効果中に一体仕留めきれないと非常にまずい。よしこれでとりあえず OK。しかももう一人の復讐者さんがずらしてアーツ使ってくれたわね。線形が取れてるわ。でも潜在はいまいち。結局エレオノーラ取ったんだけど実はこの時勘違いしてたのよね。レベル制限がない武器は1枠目の罪人の使用武器だけなんだけど下の方もそうだと思っちゃってたわ。おかげでまだ使える古文のフレイルを捨てて何の役にも立たない棒を手持ちに入れることになっちゃった。北東大移動はまた華麗に崖所とか決めちゃいましょう。待ってそれはダメ。やばい死ぬ雨がやばい。焦ってちょっと落ちたけどこれは不可抗力。決してショとかミスではない。ほら成功ね。成功か失敗かと言われればギリギリ成功と言えなくもなくもなくもないんじゃないかな。その後は砦北東の毒遺跡。一発でこんな削れる？レベル1とは一体。火力としてはアンコモン祈祷ため強化が一つあるぐらいなんだけど、強行士ってどんだけ弱いのよ。そのまま横のフィールドボスがめる。まあこんなもんよね普通は。一応2日目だから強化されてるとはいえ。知らない人もいるかもだから言っておくと通常枠のフィールドボスは2日目になると HP が 20% アップ、攻撃力も 10% だけ上がるらしいわ。HP 最大時カットアップゲット。し
かも全員なのがとても嬉しい。さらに横のただれた呪霊を撃破。収縮ギリギリになっちゃった。早く消えてもろて。お、良さげな二重。ってやばい HP がやばいやばい。そっか2日目だと一応雨のダメージ上がるんだったっけ。これ考えるとレベル1での宇宙残量はリスク高すぎるわね。霊脈で飛んで。いやこのまま飛べば空中で死にかねない。ここは熱キルわ。やっぱり死んでたわねあのまま飛んでたら。いやもしかしたらアーツ発動時間分でギリギリアンチに入れた可能性はあるけど。でもアーツ使ったおかげで味方救助もできたから正解だったということにしましょう。HP 持っててこの痛さ。素の HP だったらマジで一瞬で持っていかれそうね。2日目夜ベスは竜のフリーガード。結局呪霊予備の鈴は今回なしで重装で行くことになったわ。でも一発でこれだけ。400近くのダメージ出てるなら十分でしょう。今回は FP もかなり漏れたしね。見てこのゲージの長さを。HP の2倍以上あるわ。追跡者さんがボスの相手をしてくれる間に女2人で規制を処理。ちょっと FP なくなりそうなのがあれだけど。何せ他の攻撃手段がマジでないからね。死体もゴミなこのエレオノーラ用心剣拾ったのが本当に悔やまれる。でもバックスタで敵を拘束することぐらいはできるわ。味方が抵抗を落としてくれてるしここは一つぐらい使っちゃっていいっすか。はい討伐完了。結局2個も使っちゃった。でも味方2人とも FP いらなそうだから大丈夫でしょ。3日目。いらなすぎるエレオノーラ以外は両二重で埋まってる。人をため強化2つに HP 最大時攻撃力アップ&カット率アップ。通常部のスター相手にはまあ十分でしょ。味方の装備とレベル確認忘れたけど終わってから戦歴で確認することにするわ。さあ行きましょう。私は重装だからフォルキス担当として2人のどっちかに部のスターを任せたいところだけど。お、復讐者さんが部のスター受け持ってくれるみたいね。ならこっちは2人でザクザク削りましょう。方向後の地面先行。この時手好きになるからどうしても部のスターの方に向かっちゃいたくなるけどぐっと我慢。わざわざ敵に体を近づけてリスク高めることになるだけだしね。そんなことはさすがに今更か。地面飛び出しにトラウマがあるので必要以上に逃げてます。2回目の地面先行。ちょうどこれで1回目の成功ね。やっぱ火力は低いわ。震度5だと地面先行なんて1回もさせないことの方が多いよね大体。あ、やばい、コブラ。なんでかわからないけど動きを見誤ったわ。今のは HP 最大時カットアップがなかったら死んでたわね。そう考えるとやっぱ夜の王の火力に関しては震度5ぐらいなのかな。フォルキスさん効果中。やることない。状態異常もないしそもそもちゃんと扱える武器がないから本当にやることがない。申し訳程度の縦殴りしてみる。やったねにダメージ入ったよ。お、方向なしの地面先行。ってことはようやく第2段階ね。突進のターゲットは、誰？あ、味方復讐者さんのファミリーね。今思ったけどこの突進、最近疾走ジャンプ連打で避けてるからレベル1のスタミナだと狙われた時ちょっとまずいか？昔みたいにロリ連打回避にした方がいいかな。まあ狙われてから考えましょう。お、体勢崩し。やっぱり朝日夜だと普通に狙えるのが嬉しいところね。ダメ重装ダブルヒット。さすがに結構削れた。ドッキリって一発でこんな蓄積したっけ？いや違う、レベル1だからだわ。そっか全然意識してなかったけどレベル1だと状態異常耐性もかなり低くなるのか。ブノスターはそこまで問題ないけどこの後の状態異常勢の夜の王は場合によっては厳しくなりそうね。あ、ターゲット来たわ。さっき何か考えてたけど何するんだっけ？とりあえず空中を回避。なんか変な挙動してない？突進途中にカーブしなかった？やっぱいつも通り疾走ジャンプか？でも予想通りスタミナがギリッギリね。ジャンプは使えた方がいいのかも。おおは。
余計なこと考えてたせいでジャンプタイミング狂ったわ。まあいいでしょう。残りの HP さっさと削っちゃいましょ。よしオッケー、味方が最後決めてくれたわ。イエー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 イ。ありがとう二人とも、またレベル1で会いましょう。よしちゃんとレベル1なのも確認 OK。これで3体目も難なく撃破。鈴がなくても重装なら十分戦えることが分かったのが収穫ね。ようやくレベル1にも慣れてきた。実は最初は祝福でレベル上げないことを必死に反芻しながらだったからファーム中ちょっと余裕が持てなかったのよね。レベル上げないことにも慣れて道中も楽しめるようになってきたわ。じゃあ今回はここまで。ご視聴感謝、また見てね。